Empty bottles, messy bed, clothes are hanging off the shelf, memories scattered in my head, been a mess since you left. Watching screens, closing shades, drinking, eating by myself, haven't left you in days, been a mess since you left. 皆様こんにちは。9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きますね。私の住む北海道も今年の夏は特に猛暑で疲労が蓄積、疲れがなかなか取れません。食欲をそそり、栄養が取れるメニューを考えました。今回は残暑を乗り切る作り置きをご紹介します。メニューは全6品。お野菜がたくさん取れてタンパク質豊富なものを意識しています。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。作り置きをするときには使うお野菜を一気に洗ってまとめて切ります。我が家定番の常備菜ピクルスです。ピクルスの材料はお好みのものを何でも入れていいと思います。私は手に入りやすい今回のお野菜を入れることが多いです。うずらの卵はとっても美味しいのでぜひ入れてみてください。お野菜の切り方もいろいろありますが、ピクルス液が浸かりやすくて食べやすいのでこの切り方にしています。赤パプリカには赤唐辛子の成分として知られるカプサイシンが豊富に含まれています。新陳代謝を活発化させてくれるので疲労回復に効果があり、積極的に摂りたい食材の一つです。材料をすべて切ったらピクルス液を作ります。私は酸っぱいものが苦手でピクルスが食べれなかったのですが、こちらのレシピで克服しました。甘めの配分なので酸っぱいものが苦手な方やお子様にも食べやすいと思います。お酢は疲労回復や食欲増進に効果的。食後の血糖値上昇を緩やかにするのでダイエットにもいいそうです。ピクルスは副菜の一品になりますし、箸休めやお弁当のおかずにも重宝します。調味料を小鍋に入れて火にかけます。この時決して沸騰しないように気をつけてください。ふつふつとしたら沸騰直前で火を止めて人参を入れます。他にも硬いものがあればここで入れてください。粗熱が取れたらパプリカやうずらの卵を入れてしばらく冷まします。煮沸消毒をした保存容器に野菜を並べます。きゅうりは味が染みやすいのでこの時に入れて構いません。具材をすべて入れたらピクルス液を入れて一晩置いたら完成です。保存期間は冷蔵で1週間ほどです。次はマカロニサラダを作ります。我が家は玉ねぎを入れていませんが、もちろん入れていただいても美味しいです。本当は夏は避けたい料理の一つ、マカロニサラダですが、お弁当には入れませんが、自宅の作り置きによく作ります。きゅうりを薄切りにし、塩を一つまみ振りかけて10分ほど置きます。その間にハムを切ります。食べやすい大きさに切ってください。次にマカロニを茹でます。暑いので本当は茹でたくないんですが、この時ばかりは我慢ですね。マカロニの粗熱が取れたらきゅうりの水分を絞ります。
この時しっかり絞ることでシャキッと食感が美味しくなるので全力で絞っています。ハムを入れたらマヨネーズを加えて胡椒で味を整えて完成です。南蛮漬けを作ります。今回お安かったのでブリを使いましたが、サバや鮭、タラなど何でも美味しく作れます。人参、ピーマン、玉ねぎを千切りにします。玉ねぎは水にさらすと辛みが抜けて食べやすいです。ブリには塩を振りかけて少し待ちます。キッチンペーパーで水気を拭いてから食べやすい大きさに切ります。ブリをはじめとした青魚には DHA や EPA が豊富なので積極的に摂るようにしています。この2つの主な効果は血流改善、そして DHA にはアレルギーの原因となる酵素を阻害する働きがあるため、アトピーや花粉症を予防する効果も期待できます。片栗粉をつけて油で揚げます。つけだれは酒、醤油、砂糖を酢で作ります。一般的なレシピより酒の量が多いのでしっかりアルコールを飛ばしてください。アルコールが飛んだら火を止めてお酢を入れます。千切りにしたお野菜と揚げたブリを保存容器に入れて漬けだれにつけます。一晩置いたら完成ですが、途中で一度ひっくり返した方が味が染みやすくなります。翌朝冷蔵庫から取り出し裏返しています。これで今夜までによく味が染み込みます。火を通さない玉ねぎやピーマンが苦手な娘も気に入って食べてくれました。夏の疲労回復に積極的に摂りたい豚肉。タレにレパートリーが欲しいと思い、トマトの薬味だれを作りました。トマトは爪楊枝を刺して湯むきにします。みょうがをみじん切りにします。お湯から揚げるのが早く硬くて潰しにくかったので、皆さんはしっかり湯通ししてください。トマトを適当に潰したら生姜をすりおろします。ここに醤油、砂糖、お酢、ごま油を入れます。最後にみょうがを加えて漬けだれの完成です。このトマトだれを作り置き、当日豚肉を茹でます。しゃぶしゃぶ肉なのでさっと茹で上がり、あっという間に夕飯の完成です。タレが染みたレタスも好評でした。とても簡単なジェノベーゼソースを作ります。
料理に合わせて塩やパルメザンチーズを調整したいので、作り置くときは入れずにシンプルに作っています。茎から葉っぱを取ります。これは子供にお手伝いしてもらってもいいですよね。バジルには抗酸化作用の強い B カロテンやビタミン E が豊富で、粘膜や皮膚、免疫機能を正常に保つ働きをします。アンチエイジングにも効果的です。カルシウムや鉄、マグネシウムなどのミネラルも含まれているので、とにかく栄養たっぷりですよね。バジルの香りには食欲増進効果や鎮静作用、抗菌作用などもあるそうです。確かに葉っぱを取っているだけでとってもリラックスできます。冷凍保存もできるので、バジルが手に入るときは多く作ります。ニンニクにいった松の実、オリーブオイルを加えてミキサーにかけます。バジルを加えてさらにソース状にしていきます。ジェノベーゼパスタが大好きなので、ほとんどそれに使ってしまいそうですが、たまにカプレーゼなどにも使います。夏は必ず食べたくなる冷たいラタトゥイユを作ります。この夏も何度もたくさん作りました。子供が食べるので唐辛子は入れませんでしたが、ぜひ入れてください。断然美味しいです。トマトペーストではなくトマト缶でももちろん作れます。私は最近トマトペーストで作るトマト料理にハマっているので使っています。トマト缶よりも酸味が少なくて甘みが多く、そして濃厚なので、ぜひ使ったことがない方は使ってみてください。ズッキーニはカリウム、B カロチン、ビタミン C、ミネラルが豊富です。カリウムは体内の余分な塩分を排出してくれるので、こちらも夏にぴったりの食材ですね。ニンニクは半分に切って包丁で潰します。少し手がかかりますが、ナスは別に揚げ焼きにしています。軽く熱した鍋にオリーブオイルとニンニクを入れ、香りが立ったら玉ねぎを炒めます。玉ねぎに火が通ってからズッキーニやパプリカを入れます。柔らかいお野菜はペタペタにならないように最後に入れています。胡椒を加えて味をなじませ、揚げ焼きにしたナスを入れ、さらにトマトペーストを加えます。トマトペーストは炒めると甘みが増すので、炒めてから鶏ガラだしを入れてください。ローリエと水を加えます。タイムなどのハーブを入れても美味しいです。鍋底が焦げないようにたまに混ぜながら汁気が少なくなるまで煮込みます。汁気が半分ぐらいになってとろみがついたら完成です。多く作ってパスタやグラタンにアレンジすることもあります。さっぱりしていて暑い日も食べやすく、野菜もいっぱい取れるのでぜひ作ってみてください。以上、疲労回復に効果的な作り置き6品でした。保存の際には粗熱が取れてから冷蔵・冷凍保存します。粗熱が取れていないと菌が繁殖しやすいのでご注意くださいね。実は初めてのコロナにかかったり、溶霊菌になったり、あとは単純に夏バテなんかで体調を崩したこの夏でしたが、栄養をとって体力回復に努めたいです。
そんなわけで更新が空いてしまいましたが、再開していきたいと思っています。この動画がいいなと思ってくださった方は、いいねボタン、チャンネル登録をしていただけるととても励みになります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。I'm in love with you. What are we gonna do? So